どうも、当月です。今回は JR 東日本の新幹線 e チケットの使い方をご紹介したいと思います。以前、新幹線 e チケットの紹介動画をアップしたんですが、ありがたいことに多くの方にご視聴いただきました。そこで今回は実践編ということで、実際に新幹線に乗りながら使い方をご紹介していきたいと思います。こちらの方がより臨場感があって情報もたくさんお伝えできるかなと思います。スマホ一つで簡単に新幹線に乗れますので、ぜひ利用してみてください。それでは行きましょう。ではまず新幹線 e チケットについて簡単にご紹介します。新幹線 e チケットは2020年3月14日から JR 東日本が提供をスタートしたサービスで、 JR 東日本のネット予約サービスエキネットから利用することができます。登録した交通系 IC カードで切符を受け取ることなく新幹線にスムーズに乗れるのが最大の特徴です。エキネットに会員登録をして乗りたい新幹線を申し込んで交通系 IC カードを紐付けて当日乗車するというのが一連の流れです。新幹線 e チケットは乗車券と特急券がセットになっていて、エキネットで購入すれば指定席が一律200円オフになります。新幹線が 30% 引きや 10% 引きで乗れたり、地域によっては半額で乗れる新幹線 e チケット特ダネも利用することができるとてもお得なサービスです。少し前まではエキネット特ダネという名前だったので、こっちの方が馴染みのある方も多いんじゃないかなと思います。さらにエキネットで新幹線や特急券などをビューカードで決済すると、ビュープラスというサービスで JRE ポイントが多く還元されます。ビュープラスとは JR 東日本のエキネットやモバイルスイカをビューカードで利用すると JRE ポイントが通常よりも多くポイント還元されるサービスのことです。エキネットで切符を購入した場合、ビューカードのゴールドなら 8% 還元、スタンダードなどそれ以外のカードは 3% 還元です。さらにエキネットで新幹線 e チケットの購入にビューカードを利用すると、ビュープラスのポイントに加えてエキネットの利用による JRE ポイントも貯まります。ゴールドなら 8% に 2% プラスの合計 10%、 スタンダードなどのカードなら 3% に 2% プラスの合計 5% 還元です。もしビューカードを持っているなら絶対に新幹線 e チケットで決済した方がいいですね。ビュープラスについてはこちらの動画でご紹介しているので、興味がある方はぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは実際に新幹線 e チケットを利用していきます。東京駅にやってきました。これから山彦に乗って宇都宮まで乗っていきます。ではまず新幹線の申し込みから解説していきます。エキネットを開いて乗る駅と降りる駅を設定します。エキネットはアプリでもウェブサイトでも両方使えるんですけど、今回はウェブの方から申し込んでいきます。今回であれば東京宇都宮で乗る駅と降りる駅を設定してください。出発時刻も入力して検索をかけます。すると直近の新幹線がずらっと出てくるので、乗りたい新幹線を選択します。そしたら次に切符の種類を選ぶ画面になるので、そこから新幹線 e チケットを選択して指定席と乗りたい座席を選択しましょう。ちなみに新幹線 e チケット特ダネというさっきの早割のチケットは、対象の新幹線はこの画面で早割の表示が出てきます。1日前と14日前の2種類がメインで、不定期で新幹線が半額になる新幹線 e チケット特ダネスペシャルというものも販売されます。詳しくはこちらの動画でぜひチェックしてみてください。じゃあ話を戻しますね。指定席を選択してクレジットカードで決済をしたら購入は完了です。そのまま今度は交通系 IC カードの紐付けを行います。申し込み完了後に交通系 IC カードの紐付けをしてくださいみたいな表示が出るので、それをタップして設定を行います。交通系 IC カードは17桁のカード番号を入力すれば OK で、カードなら裏面、モバイルスイカならトップページのインフォメーションマークを押せば番号がわかります。もし複数人で乗るなら人数分の交通系 IC カードを登録必要がありますので、友人や家族と旅行の際は全員分のカードの番号を登録してください。なんなら新幹線 e チケットを使うときはこの動画をご友人に送っちゃってください。半分冗談です。これで新幹線 e チケットと交通系 IC カードの紐付けが完了しました。これで新幹線に乗ることができます。東京駅の新幹線の改札にやってきました。青と緑の看板があるんですが、青は名古屋や京都、大阪方面に行く東海道新幹線なので間違えないようにしてください。新幹線 e チケットが使えるのは緑の看板がある JR 東日本の新幹線です。普段乗る感覚で改札にタッチすればスムーズに通ることができます。僕は今回モバイルスイカを登録したので、スマホが新幹線チケットの代わりになります。
ここで一つ押さえておいてほしいのが、新幹線 E チケットは乗る駅からしか使えないという点にあります。よく紙の乗車券を発見した時に東京都区内のような記載があるじゃないですか。あれって東京23区の JR 線の駅からならどこでも乗れるよっていう意味の乗車券なんですけど、新幹線 E チケットは全く別のものになります。23区内の駅から東京駅ってだいたい200円ぐらいで行けるじゃないですか。だからデフォルトで200円引きになっているんです。例えば僕は今回京浜東北線の蒲田駅から乗って東京駅に来たのですが、蒲田から東京の運賃は Suica で払って東京駅で初めて新幹線 E チケットが発動されたということになります。ちなみに東京駅に着いたら改札の外に出る必要はなくて、そのまま新幹線の改札に行ってしまって大丈夫です。この新幹線の改札を通った瞬間に蒲田から東京までの運賃は引かれます。無事に改札を通ることができました。あとは新幹線に乗るだけです。新幹線 E チケットは一応紙で出力することができます。新幹線が止まる駅に座席表発行機という緑の機械があるので、そこから発行が可能です。こんな感じのペラペラのレシートのような紙が出てきます。今回乗るやまびこ号は仙台へ向かうタイプで、列車によっては盛岡へ行くやまびこもあります。しかも今回も山形方面へ行く翼と連結しているタイプのやまびこでした。乗り間違いには気をつけてください。東京駅から乗る場合、出発のだいたい5分ぐらい前にドアが開きます。意外と直前までドアが閉まってるみたいで、それまで清掃や確認作業を行っています。新幹線 E チケットを使っていて思ったのは、本当に紙の切符を落とすリスクがゼロですごい便利だなと思いました。実際に僕何回か新幹線のチケットを落としてしまったことがあるんですけど、それがないっていうのはすごい心が楽ですね。よく落とし物をしてしまうような人こそ新幹線 E チケットを入れるべきだなと思いました。今回乗っているやまびこ号ですが、座席が指定席、自由席、グリーン車、グランクラスの4種類の座席があります。新幹線 E チケットは乗車券と指定席がセットになっているのが基本の商品ですが、 JRE ポイントを払えばグリーン車やグランクラスにアップグレードできる JRE ポイントのアップグレード版があります。お得に新幹線に乗ることが目的の方であれば、そのまま乗車券と指定席がセットになった新幹線 E チケットを使ってください。ちなみに自由席は新幹線 E チケットの対象にはなっていません。自由席に座りたいのであれば紙の自由席を別途発券する必要があります。新幹線 E チケットは乗車する1ヶ月前の10時から出発の4分まで受け付けています。なのですごい思い立ったらすぐに新幹線に乗れてしまうのでとても便利です。東京駅を出発しました。宇都宮まではやまびこで約50分ほどです。普通列車だと2時間ほどかかるのですごい便利ですよね。なので東京宇都宮って新幹線通勤で利用する人が結構多い区間でもあります。僕が学生時代にも宇都宮から東京を新幹線で通っている友達がいました。旅行はもちろん通勤でも新幹線 E チケットは使えるのでぜひ利用してみてください。今回は宇都宮までのやまびこをご紹介していますが、他にも熊谷や高崎へ向かう上越新幹線や北陸新幹線も新幹線 E チケットは使えますのでぜひ利用してみてください。もちろん通勤じゃなくても旅行でも利用することができます。大宮駅を出発してから東北新幹線の本領発揮です。ここからずっと東北方面へまっすぐ線路が伸びているので新幹線のスピードはぐんぐん上がっていきます。宇都宮までの最高時速は275キロなので最高速度の320キロを体験することはできませんが、それでもかなり速いですね。やっぱ新幹線で便利だなと改めて思いました。東京駅から約50分ほどで宇都宮駅に到着しました。やっぱ新幹線楽ですね。普通列車で以前宇都宮まで来たことがあったんですが、半分以下の時間で来ることができました。これだったら通勤通学で新幹線使っちゃおうかなと考える人がいるのもなんか納得でしたね。乗ってきたやまびこと翼はこの後福島駅で分離して翼は山形まで、やまびこは仙台まで走っていきます。東京方面へ向かうやまびこがちょうど入ってきました。駅の方も見るとやっぱり会社員らしき方が多かったですね。やっぱり出張だったり通学で新幹線を利用する人が多いみたいです。駅に着いたら東京駅と同じように改札機に交通系 IC カードやスマートフォンを読み取らせれば外に出ることができます。
ということで今回は新幹線 e チケットの使い方をご紹介してきました。スマホでスムーズに新幹線に乗ることができますので、ぜひ利用してみてください。東北旅行や長野、新潟の旅行にとても重宝します。東海道新幹線はスマート EX 予約といったまた別のサービスになるので、今度動画にしてアップしたいと思います。このチャンネルでは今回のように旅行や鉄道に関するお得な情報やサービスの使い方やレビューの動画などをアップしています。現在チャンネル登録者1万人を目指して活動しています。面白かった、役に立ったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお待ちしています。